皆さんこんにちは、ゆずきゆかりです。今日は、ラジコン飛行機の飛ばし方、第14回、フラップってなんだをお送りします。さて、飛行機のフラップには、たくさんの種類がありますが、ラジコンとしては、基本的に2種類しかありません。プレーンフラップと、スプリットフラップです。プレーンフラップは、エルロンの内側に、もう一個エルロンのようなものがあり、全部下がるやつです。スプリットフラップは、翼上面部分は変化せず、翼下面だけ下がるやつです。さて、この2種類ですが、似ているようで結構違います。ですが、その説明をする前に、フラップの正体を説明します。本来のフラップは、形状によって効果がかなり違います。が、この2種類に関しては、速度あたりの揚力が増える効果があります。そう聞くと、ゆっくり飛べるようになると、そう勘違いする人が多いのですが、それは違います。厳密には、失速する速度が多少遅くなりますが、目で見てわかるほどの差はありません。待機速度計をガン見しないとわからない程度です。でも、フラップって、遅く飛べるようになるイメージありますよね。その理由は、実機の伸びるフラップや前円フラップの効果だからです。ラジコンについているプレーンフラップやスプリットフラップに遅く飛べるようになる効果はほぼありません。では、どんな効果があるか説明します。さて、この飛行機がゆっくりと降下したいとします。この時の待機速度はこの程度とします。これがフラップを使うと、このくらいの速度で同じような降下速度を得られます。が、失速してひっくり返る速度はほぼ同じです。悪く言えば、より失速に近い速度での操作が必要になります。これが多分フラップの最大の欠点だと思います。フラップ出して着陸しようとして失速する人を見ることがあると思います。そういう結果になる原因の一つがこれです。さて、もう少しちゃんとフラップの説明をしましょう。上から順にフラップなし、プレーンフラップ、スプリットフラップとしましょう。みんなで同じ降下速度を得ようとします。まず、待機速度ですが、スプリットフラップが最も遅い速度で、同じ降下速度を得られます。次に姿勢が違います。通常、飛行機は微妙に上を向いた状態で降下していると思いますが、プレーンフラップだと頭下げになります。スプリットフラップでも変わりますが、プレーンフラップほどではなく、この場合は、ほぼ水平の姿勢となるでしょう。なぜ頭下げになるかといえば、翼の AOA が変化するからです。しかし、翼と胴体の取り付け角度は変化しないので、フラップで変化した AOA を姿勢で吸収する結果、頭下げになります。AOA の説明は重要なのですが、ちょっと難しいので、数回以内には説明します。そして、フラップを使用すると、必要なスラストが増大します。これは、フラップの効果で増大する揚力よりも、フラップで失われる運動エネルギーの方が大きいためです。例えば、フラップなしの状態がスラスト 40% だったとすると、プレーンフラップで 50%、スプリットフラップで 60% くらい必要です。プレーンフラップの場合、頭下げになるので、スラスト下げていいと勘違いし失速する人が多く、スプリットフラップの場合、抵抗の増大に気がつかず、揚力もそこそこ増えているため傍観し、そのまま失速する人が多いですね。フラップで増大する抵抗ですが、シンクレートをスラストで調整できるようになっている人は問題になりません。いつものシンクレートに調整した結果、スラストがやけに高くなるというだけです。姿勢の変化も、この前の着陸回の A 地点で確定するので問題にはなりません。ただし、フラップ出しているのに、出していない時と同じ操作をすると墜落します。しっかりと飛行機を見て操作をしましょう。さて、フラップを使用するメリットは、揚力が増大することですが、他にもあります。抵抗が増大していることを利用して、積極的に減速できます。つまり、高いところから降下しても減速、着陸できます。重心より後方の抵抗が増大しているため、機体が安定します。また、スラストでの高度変化が大きくなるため、
スラストでの高度調整が簡単になります。これらの理由により、フラップを使用すると、着陸が簡単になれます。あと、ある意味、最も重要なのですが、フラップを使用するとかっこいいです。これ、重要ですよ。さて、今日はここまでです。高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは、柚木ゆかりがお送りしました。